お世話になっております。マサルです。この動画は聞くだけでわかる情報処理安全確保支援し5号問題解説をテーマに作っています。ラジオ感覚でリラックスしながら学習してみてください。少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。メンバーになるボタンから対象のプランを選択していただくと参加することができます。受験直前の期間だけ参加するという参加方法も大歓迎です。オンラインコミュニティは動画学習と違って直接お話ししながら勉強を進めることができるので、程よい緊張感の中で勉強を進めることができると思います。また一緒に勉強する仲間もできて横のつながりを作りたい方にもおすすめです。ぜひお気軽に参加してみてください。それでは勉強を始めていきます。今回は支援史令和4年春551問3を一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。支援史令和4年春551問3はスマートフォン向け QR コード決済サービスの開発に関する問題でした。 QR コード決済というのがなんだか今風の問題でしたよね。問題の事例の概要をお伝えします。今回は L 社が QR コードを利用した決済サービス Q サービスを開発するという問題です。 Q サービスを開発するために Q サービスを提供するサーバーと Q サービスを利用するための Q アプリをどのように開発するべきかを考えていきます。問題文の中では Q サービス用のサーバープログラムおよび Q アプリの概要というものが表で説明されます。表ではいろんな説明がされていますが、今回の動画では必要な部分だけ進行に応じてピックアップしていきたいと思います。情報処理安全確保支援士である C 課長が Q サービス用のサーバープログラムと Q アプリの概要についてレビューを行いました。その結果、本人確認が不十分であると指摘しています。具体的にはアカウント作成とログイン方法の本人確認が不十分だと言っているんですね。気持ち余裕がある方は表をご覧ください。表の赤枠で囲った部分が課長が指摘している部分です。赤枠の中を抜粋して読み上げます。アカウント作成機能においては利用者 ID とパスワード、氏名、生年月日、携帯電話番号を登録する。 Q サービスへのログインについては利用者 ID とパスワードで Q サービスにログインするとあります。皆さんはこのアカウント作成方法とログイン方法を見てどう感じますか？皆さんが利用しているアプリの中にもこの表と同じようにアカウントを作ってログインしている場合もあると思うので、何が問題なのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。では課長はどうしてこの項目の本人確認だと不十分だと指摘しているのか、その理由を見ていきましょう。課長は経済産業省が公表している報告書をもとに本人確認をすることを指示します。その報告書の中では本人確認とは身元確認と当人認証2つで構成されると整理されています。身元確認とは登録する氏名、住所、生年月日等が正しいことを証明・確認すること。そして当人認証とは認証の3要素のいずれかの照合でその人が作業していることを示すこととあります。さらに身元確認と当人認証はレベル1から3までの保証レベルがあることにも注目してください。では今回レビューを行った表に書いている本人確認方法というのはそれぞれセキュリティレベルはどのレベルになりそうでしょうか？両方ともレベル1のセキュリティレベルになりそうですよね。身元確認は自己申告をもとに確認します。そして当人認証はユーザー ID とパスワードによる認証なので3要素のうち知識認証だけを用いて認証しています。課長としては Q アプリというものは電子決済を行うアプリなのでレベル1の保証レベルだと不十分だと指摘しているわけですね。ここまでの情報を少し整理しましょう。現在 L 社では QR コードを使った決済サービスの開発を検討しています。Q サービスを利用するためのアカウント作成方法とログイン方法について C 課長は本人確認が不十分だと指摘しています。
課長は経済産業省が公表している報告書を確認するように指示します。その報告書の中で本人確認とは身元確認と当人認証2つで構成されており、それぞれに保証レベルがあります。現在のやり方では身元確認も当人認証もともにレベル1なので、本人確認が不十分だということですね。これがここまでの話です。よろしいでしょうか。ではどのように本人確認をするべきなのでしょうか。続きを見ていきましょう。まずはアカウント作成時の身元確認のやり方が検討されていきます。現在はユーザーの自己申告によってアカウント作成をしているので、保証レベルが1に該当します。保証レベルを高めるためにはレベル2の郵送等の非対面で公的身分証を活用した身元の確認、もしくはレベル3の対面で公的身分証を元にした身分の確認をしたいところです。しかし L 社には対面で身元確認をする店舗がないということで、レベル3は実現することができません。そこでレベル2の郵送等の非対面での公的身分証を活用した身元確認を検討しますが、郵送の手続きが発生すると利用者の旧サービス利用が遅れるので、利便性の観点からこの方法も避けたいと考えています。そこで C 課長は別の方法としてオンラインを使って身元確認をする方法を検討していきます。オンラインで身元確認する方法として金融庁が公開している資料をもとに行っていきます。オンラインで実施する本人確認方法とは、本人確認書類を用いた方法と電子証明書を用いた方法に分かれます。本人確認書類を用いた方法というのはとてもシンプルな確認方法です。写真付きの本人確認書類等の画像と本人の要望の画像を送ってもらうことでオンラインで本人確認を行います。一方、電子証明書を用いた方法はイメージが少し難しいです。こちらは総務省が公開しているマイナンバーカードに格納されている公的個人認証サービスについてを説明した資料です。先ほどの本人確認書類による本人確認と比べるとなんだか複雑で分かりにくいですよね。今回の設問ではマイナンバーカードに記録されている署名用電子証明書を用いた方法について検討されていきます。電子証明書を用いた方法については後から詳しく説明します。今はマイナンバーカードをうまく利用すると電子証明書を用いたオンラインの本人確認ができるというところだけ覚えておいてください。この後問題文ではオンラインで本人確認をする方法としてセキュリティが強固であるという理由からマイナンバーカードの電子証明書を使ってオンラインで本人確認をする方法について話が進んでいきます。ではどうやってマイナンバーカードを使ってオンラインで本人確認をするのか、ここからが設問になっているので一緒に考えていきましょう。まずは NFC 機能という言葉が出てきます。旧サービスの利用者は NFC 機能のあるスマートフォンを利用してマイナンバーカードを読み取るとあります。では NFC 機能とはどのような機能でどういう場所で利用されるか皆さんご存知ですか？ NFC は Near Field Communication の略です。近距離無線通信と言われて、お財布機能付きのスマートフォンや Suica、PASMO などの交通系 IC でよく利用されています。NFC は近距離無線通信という部分が特徴です。具体的には NFC の通信距離は10センチ程度と言われています。もし Suica や PASMO が近距離ではなく離れた距離でも反応してしまったら、他の人の会計に自分の Suica や PASMO が反応してしまうので正しく会計できなくなりますよね。NFC は近距離無線通信というところがポイントなので覚えておきましょう。少し話が脱線しますが、 NFC について応用情報技術者試験の午前問題で出題されているので見てみましょう。これはコード共通午前1でも出題されるかもしれないので覚えておいてくださいね。 NFC の特徴を選ぶ問題ですが、選択肢2の接触式 IC カードの通信方法として利用されるという選択肢を選びがちですが、これは引っ掛け選択肢です。PASMO や Suica で NFC が利用されているので、いを選んでしまいがちですが、先ほどお伝えしたように
NSC は近距離通信で10センチほどの通信距離があります。よって接触式ではありません。この問題の正解選択肢はピアツーピアで通信する機能を備えているです。引っ掛け問題で点数を落とさないように注意してくださいね。では話を戻します。この後問題文の中では空欄 D が出てきます。マイナンバーカード内の空欄 D で旧サービスの申し込み用のデータにデジタル署名をするとあります。デジタル署名をするときに利用するものは一つしかありませんよね。ではデジタル署名をするために利用するものとは何でしょうか。デジタル署名で利用するものは秘密鍵ですよね。問題を読み進めていきましょう。秘密鍵を使ってデジタル署名をし、デジタル署名が利用者本人のものであり、改ざんされていないことを旧サービスの利用者の空欄 E を用いて確認するとあります。では空欄 E に当てはまる言葉、デジタル署名を確認するために利用するものとは何でしょうか。秘密鍵によって作られたデジタル署名は、その秘密鍵のペアとして作成された公開鍵を使って正当性を確認することができます。このデジタル署名に関わる公開鍵暗号の知識は、セキュリティを勉強する上でとても大切なところなので、資料を見ながら確認していきましょう。この動画は聞くだけシリーズと言っておきながら、今回の動画は図を多用して恐縮ですが、画面を見れる方は画面を見てみてください。現在画面には総務省が公開している公的個人認証サービスの仕組み、署名用電子証明書という資料を映しています。この資料ではマイナンバーカードを使ってインターネット経由で確定申告をする例を説明しています。確定申告なので、発信者が確定申告のデータを作って国税庁にそのデータを送ります。しかし、ただ単にデータを送るだけではいけません。発信者は大きく2つのことを保証してデータを送る必要があります。1つ目は自分が作ったデータであること、つまりなりすましではないこと。2つ目はデータが改ざんされていないことです。この2つの条件を満たして確定申告のデータを届ける必要があります。では、マイナンバーカードを使ってどのようにこの2つの条件を満たしながら確定申告のデータを送ることができるのか見ていきましょう。まず確定申告を行う人が確定申告の内容を文書データとして作成します。文書データとは、今年これくらいの所得がありましたみたいなデータだと思ってください。データができたら発信者はマイナンバーカードの中にある秘密鍵を使ってその文書データを暗号化します。なお、今回の資料は総務省が一般に公開している資料なので、暗号化という表現に簡略化して記載されていますが、本当は文書データをハッシュ関数で計算して、そのハッシュ値を秘密鍵を使って加工します。このあたりの話がよくわからないなという方は、デジタル署名について説明している動画もあるので、こちらの動画を参考にしてみてください。この資料に沿って説明を続けていきます。文書ファイルをマイナンバーカードにある秘密鍵で暗号化します。この暗号化されたデータがデジタル署名になります。では、どうしてデジタル署名になるのかというと、秘密鍵というのはその名前の通り、世界に一人、その人だけが持っている秘密の情報です。そしてこの秘密鍵を使えるのはマイナンバーカードを持っている本人だけです。よってマイナンバーカードの中にある秘密鍵を使ってこのデジタル署名を作れるのはこの発信者だけです。自分しか作ることができないデータなので、デジタルな署名、デジタル署名として扱うことができるという仕組みですね。送りたいデータとそのデータのデジタル署名ができたら、発信者はデータを送信しますが、発信者が何を送っているのかに注目してください。発信者が送っているのは自分が作った確定申告のデータである文章ファイルと、先ほど作ったマイナンバーカードの秘密鍵で作ったデジタル署名、そして署名用電子証明書の3点セットを送っています。署名用電子証明書というものがいきなり出てきましたが、この署名用電子証明書もマイナンバーカードの中にある情報です。
この署名用電子証明書が後から良い仕事をしてきます。では次に受け取った側がどのような処理をするのか見ていきましょう。受信者は送られてきた3点セットを使ってこのデータを作ったのが間違いなく本人であること、そしてデータが改ざんされていないことを確かめます。まず発信者から送られてきたデジタル署名を確認します。ではこのデジタル署名を確認するために必要なのはどんな情報ですか？それは発信者の公開鍵の情報ですよね。では受信者はどうやって発信者の公開鍵を入手するのかというと、発信者が送ってきた署名用電子証明書の中から手に入れます。資料にも書いていますが、署名用電子証明書の中に公開鍵が含まれていますよね。公開鍵は公開しても良い情報なので、このようにインターネットを通じて送ってしまっても問題ありません。署名用電子証明書の中にある発信者の公開鍵を使って暗号化されたデータを複合します。複合すると暗号化される前のデータが出てきます。複合したデータと実際に送られてきたデータを比較してデータが一致するかを確認します。データが一致すれば、この公開鍵の鍵ペアである秘密鍵を持っている人が作ったデジタル署名であることがわかるので、本人が作ったデータであるということがわかります。さらにこのデジタル署名は発信者が発信するときに作ったデータをもとに作ったデジタル署名なので、デジタル署名の確認結果が同じデータになれば、送信した時からデータが変わっていない、つまり改ざんされていないということもわかります。ここまでよろしいでしょうか。繰り返しになりますが、この図は総務省が一般向けに公開している資料なので簡略化されています。実際にはデジタル署名を作るときに送りたいデータをそのまま秘密鍵で暗号化するのではなく、送りたいデータをハッシュ化してハッシュ値を求めて、そのハッシュ値を秘密鍵で加工して作るのがデジタル署名です。このあたりは少し複雑ですが、とても大切なので、もう一度だけ流れを確認しておきましょう。発信者は確定申告のデータを作ります。マイナンバーカードの中には秘密鍵があって、その秘密鍵を使って発信者はデジタル署名が作れます。複合するための公開鍵は署名用電子証明書の中にあります。発信者は確定申告のデータ、秘密鍵で作ったデジタル署名、公開鍵を含んだ署名用電子証明書の3点セットを受信者に送ります。受信者は署名用電子証明書の中にある公開鍵を使ってデジタル署名を複合してデータが一致するかを確認します。データが一致すれば本人が作ったデータであること、そしてデータが改ざんされていないことを確認することができます。ここまでよろしいでしょうか。では問題に話を戻していきましょう。マイナンバーカードの秘密鍵を使ってデジタル署名を作り、そのデジタル署名を公開鍵で確認するところまで話が進みました。この後に問題文の中では空欄 F が出てきます。受信側が公開鍵を使ってデジタル署名を確認した後、さらに確認することがあるのですが、その確認することとは何かという問題です。実は受信側はデジタル署名を確認して問題なかったとしても、まだ確認することがあるんです。では受信側がデジタル署名を確認した後にさらに確認することとは何でしょうか。正解は署名用電子証明書の有効性、もしくは署名用電子証明書の執行の有無を確認することです。受信者は署名用電子証明書から公開鍵を取得するとお話ししましたが、署名用電子証明書の有効性を確認する必要があります。先ほどの資料の5番以降のやり取りに注目してください。デジタル署名の確認をした後に電子証明書の有効性を紹介するとあります。署名用電子証明書には発信者の公開鍵の他に発信者の公開鍵の正当性を保証する情報が入っています。例えば悪意のある第三者が盗んだマイナンバーカードを使ってなりすましてデータを送ってくる場合に、署名用電子証明書の有効性を確認することでなりすましに気がつくことができます。具体的に話すと、
マイナンバーカードを盗まれてしまった人は、マイナンバーカードの利用停止を申請しますよね。利用停止の手続きの一環として、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書を執行させます。その結果、受信者はデジタル署名を確認して問題なくても、署名用電子証明書を確認することで、なりすましに気がつくことができます。受信者は公開鍵の情報を保証している電子証明書の内容も確認するということを覚えておきましょう。以上、支援士令和4年春551問い3についてお話ししました。今回の問題はデジタル証明書やデジタル署名についての知識が求められる問題でしたね。このあたりの知識は品質なのでしっかり覚えるようにしておきましょう。では引き続き、出題はされませんでしたが、この問題の大切なポイントを一緒に学習していきましょう。まずは当人認証の中で出てきた認証の3要素という言葉の意味です。認証の3要素とはどんな要素か、皆さん覚えていますか？認証の3要素とは生体要素、所持要素、知識要素の3つですね。では当人認証の保証レベル2に記載されている3要素のうち複数用いる認証とはどのような認証方法のことを言うのでしょうか？この認証方法のことを多要素認証と言いますよね。多要素認証も非常によく出てくるキーワードなのでしっかり覚えておきましょう。多要素認証の注意点としては、認証の3要素のうち複数を用いる必要があるということです。例えばパスワードと生年月日は両方とも知識要素に当たるので、この2つを組み合わせても多要素認証にはなりません。例えば多要素認証を行う場合、ID とパスワードの知識要素で認証した後に、本人が所持しているスマートフォンにワンタイムパスワードを送ることで所持要素を確認します。多要素認証は別々の要素でなくてはいけないというところは大切なので覚えておきましょう。ここまで認証の3要素についてお話ししましたが、実は認証の3要素だけではセキュリティ強度が十分ではないという考えも広まってきています。そこで注目されているのがコードを活用した認証です。ユーザーの行動履歴の情報を活用して認証します。例えば、いつも利用している端末、いつも利用している場所、そのような情報をもとに認証します。では、このようにコードを活用した認証方法の一つとして、ユーザーのアクセス状況からリスクを判定し、リスクがあると判定した場合に追加の認証を行う認証技術のことを何と言うでしょうか？この認証方法をリスクベース認証と言いますよね。リスクベース認証も出題されやすいので、しっかり内容を確認しておきましょう。リスクベース認証とは IP アドレス、位置情報、時間帯、デバイス、OS やブラウザなどの情報からリスクを評価して、リスクがあると判断した場合のみ追加で認証する技術です。リスクベース認証の良いところは、利用者がいつもと同じ環境から利用する場合は追加認証が発生しないことです。よって利用者の利便性を損なうことなくセキュリティを高めることができます。その一方で、正規の利用者であったとしても、ネットワーク環境や使用する端末が通常と異なればリスクベース認証が発生してしまいます。利用者がいろんな環境からアクセスする場合はリスクベース認証が発生してしまうので、利便性が損なわれてしまう可能性もあります。リスクベース認証という言葉とメリット、デメリットを覚えておくことをお勧めします。そして最後に、今回問題で取り上げられていたオンラインの本人確認についてです。オンライン本人確認のことを EKYC と言います。EKYC はエレクトロニック Know Your Customer の略です。法改正によってオンライン本人確認ができるようになりました。オンライン本人確認のことを EKYC ということも覚えておきましょう。それでは今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後にお知らせです。現在マサルの勉強部屋ではオンラインコミュニティを運営しています。YouTube のチャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく、
横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して、皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。また、勉強会イベントの割引制度や優先案内などお得な情報もお知らせしています。参加希望の方はチャンネルメンバーシップから対象のプランを選択していただくと参加することができます。皆さんのご参加お待ちしています。